皆さんこんにちは。ここは羽田空港です。こんにちは。父と母と空港で待ち合わせをしていました。これから飛行機に乗って鹿児島に向かいます。鹿児島には父の実家があります。でもその家にはもう誰も住んでいません。なので取り壊すことになりました。家を取り壊す前にやることがあるので、父の実家に行くことになりました。飛行機に乗る前にお昼を食べます。母がおにぎりを作ってきてくれました。これがどっちが梅干しとかはわかる？だからね、これ梅干しがついてるやつが鮭が入ってるんだよ。へえ、面白い。ありがとう。ここれが梅おかかだね。はい、なるほど。こっちが鮭。はい、ありがとうございます。いただきます。なぜ梅干しがついているのが鮭なのか、とても不思議でした。ちなみに鮭は魚です。おかかも魚です。おかかは鰹節のことで、鰹を干して薄く削ったものです。鹿児島行きの飛行機は1時5分発でした。飛行機に乗って2時間弱で鹿児島空港に着きました。これからレンタカーを借ります。そのレンタカーの会社の人が空港まで車で迎えに来てくれます。足湯がありました。タオルはアッケアドと書いてあります。タオルはあっちにありますよという意味です。これは鹿児島弁です。鹿児島弁はわかりにくいということで有名です。この人は西郷隆盛です。江戸時代の終わりから明治の初めにかけて活躍した人です。だいぶ端の方に来ました。ここにレンタカーのお迎えが来ます。私が予約したレンタカーのお迎えの車が来ました。こんにちは。です。お願いします。お願いします。レンタカーのお店は車で5分ぐらいのところにありました。最近は桜島があまり噴火してないですか？ああ、昨日噴火してみたいですね。3000メートルぐらい上がったんです。桜島は鹿児島にある火山です。いつも噴火しています。去年は1年のうち364日噴火したそうです。噴火しなかったのが1日だけということですね。着きました。どうもありがとうございました。
しょ。ありがとうございました。お願いします。はい、そうです。お願いします。はい、私だけ。じゃあ免許証お願いします。はい。車を借りて出発します。ここから父の実家まで1時間半ぐらいです。高速道路の桜島サービスエリアに来ました。桜島が見えるでしょうか。でもその前に記念写真を撮ることにしました。面白い写真が撮れました。桜島が見えるのか、お店の人に聞いてみます。すいません。こっから桜島って見えるんですか？ですね、ここ出られて、トイレとの間の鎖のところからちょこっと見えるぐらい。トイレットの間から。はいわかりました。ありがとうございます。ここを出てトイレとの間に見えると言っていました。ここですね。薄く見えます。では父の実家に向かいます。ここは父の実家のそばの駐車場です。ここから先は道が狭いので歩いて実家に向かいます。右にある建物は納骨堂です。納骨堂はお墓の代わりになるものです。中に家族ごとのロッカーのような場所があります。そこに骨壺を入れます。父は小さい頃、この辺の水路でうなぎを取っていたそうです。実家はこの先ですが、挨拶をする家があるというので、一旦まっすぐ行きます。このお家には父の妹、つまり私のおばがよく遊びに来ていたそうです。今は空き家になっています。こんにちは。ですけど、今帰ってきたところで。挨拶をしたかった人が外にいました。挨拶した人のご両親が住んでいた家を通って父の実家に行きます。近道です。昔通った道。はい、ありがとうございました。ここが父が70年以上前に通っていた道なんだと思います。ここはね、うちの飲み水のあれだった。水原昔はここから水を運んでいたそうです。水が溜まってるね。清水なんだよね。この山から来てる水なの、これ。綺麗な水だね。だって清水だからさ。清水というのは岩の間などから湧き出たきれいな水のことです。この水は山から湧き出た水です。ここから飲み水もお風呂の水も運んでいたそうです。
結構大変だと思います。距離としては、ここを上がったあの小さい家の一つ向こうの家まで運んでいました。まずは前のお家に挨拶をします。父が昔一緒に遊んでいた人です。この目の前の家には父のおばあちゃんが昔住んでいたそうです。ここは前家が建っていました。空き家になったので取り壊したようです。そしてここが父の実家です。私にとっては15年ぶりのおばあちゃんの家です。2年前に父が来た時、ここから入ったそうですが、今回開きませんでした。鹿児島の昔の家は床下が開いています。暑いところなので風を通すためだそうです。これは雨戸です。雨戸は開きましたが、中の家は鍵がかかっていて、やっぱり入れませんでした。次の日に家を取り壊す人と一緒にここに来ることになっていました。なのでその時開けてもらうことにしました。この下の家も空き家になっています。この上に行く人は今はいるんでしょうか。昔父の家はこの山の少し上に畑を持っていたそうです。その畑では野菜などを育てていましたが、鶏小屋もあったそうです。そこでは鶏を100羽ぐらい飼っていて、朝餌をやるのは父の仕事だったそうです。この日はとても暑かったのですが、この木陰は涼しかったです。いい風が吹いていました。父の実家から降りている途中、家がいくつかありましたが、ほとんどすべてが空き家でした。一軒だけ人が住んでいる家があるそうです。でも、あとは全部空き家です。衝撃でした。もちろんここも空き家です。こうやって住む人のどんどん減っている田舎が日本中いろいろなところにあるんだろうなと思いました。でもこういう場所も
きちんと手入れされています。もちろん田んぼもとてもきれいです。どうやってこんなにきれいに保っているのか不思議です。納骨堂の木もきちんと手入れされています。ここは外のトイレです。トイレもきれいですね。ホテルに行く途中、あまりに夕日がきれいだったので、しばらく夕日を眺めました。スーパーにも寄りました。作業に使う軍手や手袋を買いました。この黄色と白のタイプの手袋を軍手と言います。軍手は右も左も同じ形をしています。食べ物コーナーに来ました。次の日の朝ごはんを買います。私はこの乳安ヨーグルトが好きです。魚おにぎりが、これいつまで？7月22日って今日までだ。明日じゃダメだ。賞味期限がこの日までだったので、おにぎりはコンビニで買うことにしました。ヘチマが売っています。鹿児島ではヘチマを食べます。関東ではヘチマは食べないので、スーパーにヘチマは売っていません。そしてここではニガウリを売っています。関東ではゴーヤと呼びます。地域によって違いがあって面白いです。お願いします。袋もお願いします。袋も。はい。袋は中サイズでいいですか？はい。はい。入りますよね。一応この大きさになるんですけれども。あ、じゃあいいいいです。うん、はい。すいません、いただきます。ペイドンっていうのはある。ペイドンは鹿児島で使える決済用のアプリです。ペイペイみたいなものだと思います。ドンは鹿児島弁で3という意味です。なのでペイドンというとなんだかとても鹿児島っぽいです。合計で2425円になはい、ります。じゃあクレジットカードで。はい、一括になります。はいお願いします。あ、はいですね。この下の方にあ、すいません。はい。大丈夫ですよ。はい、いただきます。そしたら使いの方になります。はい、ありがとうございます。買ったものをビニールに入れて、次は夕飯を食べに行きます。ホテルのそばのお寿司屋さんに来ました。はい。
段かお座席がございます。座席がいいかね。座席靴脱いで座るところ。そうですね、畳になります。畳より椅子がいいんじゃない？鹿児島の醤油は甘いです。甘い醤油でいただきました。次の日の朝です。これから車で実家を解体してくれる会社に向かいます。解体というのは取り壊すことです。この道沿いの親戚の家に小さい頃行った覚えがあります。あ、綺麗。綺麗だね。綺麗だね。すごいね。ね。昨日夕日を見た海です。朝見てもとても綺麗でした。田んぼの中の道を行きます。着きました。家を解体する工事の打ち合わせをしました。いっぱい土地がありますね。畑やる。そうなんですよね。もう見らんとね、うわ、暑いからうわ。もうどうしようもなくて。土地があっても誰も買わない土地です。家を解体した後の土地も誰も買わないと思います。なのでずっと持っていないといけません。工事の人と一緒に今度は家の中を見ます。もう家を開けておいてくれていました。15年ぶりのおばあちゃんの家です。ドキドキしました。お風呂場、思ったよりきれいでした。祖母が25年前に亡くなった後、この家にはおばが一人で住んでいました。そのおばも7年前に施設に入り、3年前に亡くなりました。つまり7年間空き家だったということですが、2年前に父と兄が一度掃除をしに来ています。電気がついていないので真っ暗です。電気代を払っているということを思い出しました。ブレーカーを上げて電気の紐を引っ張ったら、あ、ついたついた。電気って素晴らしいですね。こちらは物置になっていた部屋です。布団や服があります。こちらが私の祖父と祖母です。まだ見ていない部屋を見てみます。ここは玄関です。こちらがトイレ。トイレはリフォームしたので、他よりドアがきれいです。
関をちゃんと見てみたら結構段差がありました。玄関から家に上がるのが大変だったのではないかと思います。ここは窓際の廊下です。ベッドに寝生活と書いてあります。今だったらつけなそうな名前です。入ってきた方に行ってみます。私が小さい頃はお風呂場がこのドアの向こうでした。今は物がたくさんありますね。昔はこのお風呂場が怖かったです。散々暑い思いをした後、クーラーがあることを思い出しました。クーラーをつけたら涼しくなって生き返るような気持ちでした。クーラーがついて元気になったので掃除をします。ネズミの糞みたいなものが落ちています。ほうきで吐いた後は拭いていきます。ケイコというのはおばの名前です。これは昔私が書いたものです。おばがするべき運動を書いたみたいです。お昼を買いに来ました。まずはお布施のための封筒を買いました。お布施というのはお寺やお坊様に渡すお金のことです。お昼はいろいろ売っていました。なのでたくさん買ってしまいました。最後にお仏壇にお供えするお菓子を買いました。帰ったら父が庭をきれいにしていました。菩提寺のご住職様が来るからです。菩提寺というのはそのうちがお世話になっているお寺です。お昼にします。いただきます。ご住職様がいらっしゃいました。改めまして、こんにちは。はい、本当に急な話。置いてもらったんです。ごめんなさい。実は今日急に電話して来ていただいていました。はい、今日は仏様にありがとうございましたという、私たち生きてるもののお節目のご法事ですね。今、ご住職様がどうやってろうそくを消したか見ましたか？手で風を起こして消しました。仏教ではろうそくを口で吹き消したりはしません。これは仏壇と言います。今日はこの仏壇をおしまいにするために来てもらいました。
남한다, 남한다, 남한다. 今からお経をあげてくれます。お経の意味は私にもわかりませんが、歌みたいなので聞いてみてください。如来古仏世師匠仏世既読最初しめるで一条仏教部極戦即心遠入至根言お焼香をします。お焼香は仏教のお葬式などでするものです。お経本を持って上がりました。すいません、お取りください。いいでしょうか。はい。お取りください。失礼します。はい。ご一緒にお勤めを拝読いたします。今から一緒にお経を読むということです。滅私根門安閉塞所。仏壇を見たご住職様がびっくりすることを言いました。このキラキラした仏様は後から買ったものでご本尊ではないそうです。ご本尊というのはお祈りをする対象です。ご本尊はこの掛け軸の仏様だそうです。ご本尊を仏壇から外すことにしました。後ろが外れるようになっています。このようについていました。このままね。そしてですね、はい。ご本山からやっぱり京都から迎えた大事な仏様がやっぱりですね。京都の西本願寺から迎えたものだそうです。仏壇の中で大事なのはこの3つの掛け軸だそうです。なのでこれらは私がもらうことにしました。ありがとうございました。お世話になりました。写真が出てきました。これは父です。父と母の結婚式の写真も出てきました。あら、可愛いじゃないの。私よりずっと若い父と母です。この家にさよならをする時が来ました。
家の解体の時には私たちは来ません。この家も見納めです。見納めというのは、あるものや人を見るのがこれで最後になるという意味です。帰りに納骨堂に寄りました。こんな感じで骨壺が入っています。帰りに夕日を見た海に行きました。15年前に子供たちと来た海です。その時は海は遠浅で、かなり遠くまで歩いて行けました。今の海はあまり入りたい感じではないですね。階段があります。これは15年前にこの階段を降りる一番下の息子と父です。上の息子も降りてきています。手すりや屋根が新しくなっていました。海のすぐそばにはクジラの眠る丘がありました。14年前、14頭のマッコウクジラがこの辺の浜に来ました。そして帰れなくなってしまいました。助けられたのは1頭だけ。残り13頭は死んでしまいました。その思い出をここで伝えています。これはその時のクジラの骨です。その横にお店がありました。素敵な入れ物が売っていました。買えばよかったと今後悔しています。食べたことのなかったパッションフルーツを買いました。父は小さい頃よく食べたそうです。鹿児島にはこの辺では売っていないものがあります。次の日、レンタカーを返して飛行機に乗って帰ってきました。羽田からはモノレールに乗りました。景色がよく見えて楽しかったです。最後にお知らせです。9月16日に私の本が出ます。旅行しながら会話を勉強できる本です。桜島も出てきます。文法は N4、N5 のものですが、単語はそれぞれの場所で使える単語が出てきます。なので N3 以上の人にも役に立ちます。買ってもらえると嬉しいです。また私は発音コースもやっています。日本語の発音をよくしたい、日本語を自信を持って話したい、そういう方はぜひ入ってみてください。リンクは概要欄にあります。またチャンネルメンバーシップもやっています。入ってくださっている皆さんありがとうございます。入っていない皆さんもよかったらぜひ入ってみてください。
では皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。またね。暗記で毎日復習忘れ